やあや、おはよう S。 よーく眠ってたみたいだな。そう、お前が起きたってことは第三審の始まりだ。いろいろあったが落ち着いて聞いてくれ。まあ一つ一つ説明しようか。いつも通り第二審終了後、それぞれに下した許す許さないの判決に応じて囚人には処置を下した。許した囚人に対しては思想の自由を、許さなかった囚人には思想の否定と身体的拘束を。まあ改めて説明するとだな、奴らはそれぞれの人生の結果として人殺しを行ったが、それは奴らの持つ思想や環境の行き着く先だ。ミルグラムはそれらを肯定し否定し、段階的に看守であるお前の判断が正しいか確かめる。よってそれぞれの思想の肯定否定により囚人の行動は変わる。それにより監獄内の状況は変化しているっつうわけだが長年ミルグラムを見てきた俺様だが、初めて起こること尽くしだ。刺激的だよ。お前を選んでよかった。悪い、早く聞きてえよな。お前が下した判決が招いた出来事を説明しようか。ゆっくり咀嚼しな。囚人番号1番桜井遥。いきなりで悪いが、奴は自ら死を選んだ。お前に言ってたんだろ、ムーを許さなきゃ死ぬって。その通りになったわけだ。予想の範疇だろ。ただの脅しだと思った？まあそれも無理はないわな。一応言っとくが、あいつは許されなかった。元来のあいつの思想は否定され、行動にもかなりの制限があったはずだ。その中であいつは隠れて接触を拒否し続け死を選んだ。ありえねえよ。それだけあいつにとってあのジョーちゃんの役に立つってことが重要だったんだろう。負けあいつに関しちゃ俺様とミルグラムの負けだ。とんでもねえ大バカなのは間違いねえが、個人的には大したもんだと思うね。囚人番号2番貸木湯野。お前が許したことにより奴の思想は肯定された。落ち着いてはいるが、目を見てみな。内心の動揺が隠しきれていない。迷いがある。だがあいつを変えたのはミルグラムじゃなかったようだぜ。囚人番号6番真昼の死に立ち会ったことがあいつに変化をもたらしている。ミルグラムの判決、他者からの許しではなくだ。そういうこともあるんだな。面白いじゃないか。囚人番号3番梶山風太。お前が許したことにより奴の思想は肯定された。まさかこうなるとはな。奴は囚人番号8番天音に心酔している。いや狂信していると言うべきかね。奴は罪の意識、自責の念、自己弁護、様々な思いにより不安定な状態だった。謝ったって相手はもう死んでるんだもんな。そこにうまく入り込んだのが都合のいい進行だったってことだな。答えのない迷いに分かりやすい答えをくれるんだ。そりゃあすがりたくもなるわな。しかし実際に救われてるんだから別にいいっちゃいいのかな。囚人番号4番楠木ムー。お前が許さなかったことにより奴の思想は否定された。許されて許されなくて、誰が敵で誰が味方やらあらゆる感情がないまぜになっている。一言じゃ表せないよなこの感情を。これだからミルグラムはたまらねえ。自分の気持ちがどこにあるのかわからないのさ。言葉にする力がないだけでなかなかに複雑だぜあの手の人間は。あのガキが残していったものはなかなか大きいのかもしれねえな。囚人番号5番桐崎史郎。残念だがこいつは百瀬天音により殺害された。まあ天音からの警告はあったしな。お前も予想できてなかったことじゃないだろ。なんだその顔、まさか本当にやるとは思ってなかったってことか。前にも言ったがミルグラムにおいて囚人同士の殺し合いなんてのは珍しいことじゃねえ。
看守であるお前に許す許さないがあるように、囚人それぞれにも許せないものがある。まあいずれこいつと天音の間にどんなやり取りがあったかはわかるんじゃねえか。俺様としちゃこいつの罪にお前がどんな結論を出すのか興味があったんだが、どちらかというとこの場合きついのはこいつの持ってた技能が失われたことだな。最悪のドミノ倒しが起きてるぜ。囚人番号6番椎名真昼。切り裂き指導による治療行為が行われなくなったため死亡した。指導が天音により殺害されたことで真昼の治療を行える者がいなくなった。不運にも巻き込まれちまった形だ。同情しちまうぜ。後悔しているか？確かにお前が自分の考えをねじ曲げて指導や真昼の命を優先して動くことはできたかもしれねえが、お前は思った通りに許さなかったんだろ。それよりも優先されることなんて何もないじゃないかなあ。まあ気を落とすなって。何度も言うようにこいつらはもう終わってる存在だ。ここで生きようが生きまいが大した問題じゃねえよ。囚人番号7番向原和井。お前が許したことにより奴の思想は肯定された。おいおい、どうしたどうしたあの余裕ぶった態度はどこに行っちまったんだか。面白いよな。許され続けてもこうなっちまうんだから。許されれば許されるほど自責の念は重くのしかかる。なぜ自分を許すんだ、なぜ責めてくれないのかってとこだろう。めめしい男だね。おっと、今のは失言かな。囚人番号8番百瀬天音。お前が許したことにより奴の思想は肯定された。見事にかき回してくれたな。自らの思想に反する指導を殺害、指導殺害により真昼の死を引き起こしている。とんでもねえガキがいたもんだ。そこら辺が成功したせいかな。さらに独自の宗教観を拡大、ミルグラムに最適化した天音教といっても差し支えない代物だ。まんまと風太を神道化することに成功している。さあどうする S。 囚人番号9番茅野美琴。お前が許したことにより奴の思想は肯定された。打って変わっておとなしいもんだな。なんだよ、せっかく大暴れしてくれると思ってたんだがな。なきゃないでつまんねえもんだな。まるで抜け殻みたいだな。何人も何人もぶっ殺しておいて許されたっつうのにな。嬉しくないのかね。なんでだろうな。何か大切なものを失ったか。囚人番号10番譲り葉ことこ。お前が許さなかったことにより奴の思想は否定された。はいよ、暴れねえように丹念に拘束しといたぜ。お前の牙とやらの制裁は行われなかっただろう。あ、今はもう違うんだっけか。振り回されて哀れにすら思えてくるが、もちろんもうこいつはお前を敵とみなしてる。まともにコミュニケーション取れると思わない方がいいな。しかし今の監獄の状況はこいつを一度許したことが大きく影響している。悪に対する悪は許されるべきなのかどうか、存分に決着をつけてくるといいさ。さて、以上が第二進後に起きたあれこれってとこ。3人もの囚人が失われてしまったのは残念っちゃ残念だが、泣いても笑ってもこれが最後だ。ミルグラムは感性、道徳、倫理、法律、趣味、思考、性癖いずれを基準にしてもいいと言っただろう。お前は本当にその通りにしてくれたな。嬉しいぜ。その結果がこれだ。監獄を見てみろ。どうだ S。 お前はこの監獄の中でお前の基準を全うできたかい。本当に許したいものを許すと、許したくないものを許したくないと言えたかい。
何、目をそらすようなことじゃない。誇れ。そういった思いも含めて、これがお前の監獄だ。お前たちが選んだ一度きりの監獄だ。お前たちとじゃなきゃこの結果にならなかっただろなあ、美しいな S。 私はお前たちが作ったこの監獄が大好きだよ。最後まで一緒にミルグラムを楽しもうじゃないか。さあ、ミルグラム第3審開始だ。